では、国内研修に参加したグループの発表をさせていただきます。僕たちはコイル型研修の国内研修として、2019年の9月2日かから2019年9月14日まで約2週間の間研修を行いました。日大の学生11名とフィリピンのデラサールの学生15名の計26名が参加し、日大の杉本キャンパスとインターンシップ先として阪南市を活動拠点として活動しました。私たちは研修の中で5つの社会課題をテーマとして扱い、それぞれのグループに分かれて知識を深めたり、解決策を考えたりして、ソーシャルイノベーターというものを目指しました。テーマは以下のように、地場産業や環境、暮らし、公共交通、地域コミュニティ、障害者支援、高齢者というように多岐にわたりました。僕たちは研修の中でワークキャンプとして課題に対して知識を深めていく機会と、実際にインターンシップを行って、肌で課題や現場の状況を知ること、そしてまたインターンシップを通じて浮かび上がった疑問点を考え、それへの知識を深める、そして最終的に課題についてのレポートを書き上げるという流れで研修を行いました。研修を通じて大きく3つの点で深い経験を得られたと感じています。まずは、ワークキャンプでの共同作業、知識として社会課題を知るというところに通じての学びと発見。2つ目がインターンシップを通じて肌で現場を感じ、調べた知識と実際の現場の状況を見て共通するところや疑問に思ったことなどを感じるという点での学び発見。さらに、交流を通じて、インターンシップ以外の交流を通じてのフィリピンの学生と日本の学生の相互理解の3点です。具体的には、次のようなことを経験しました。また感じました。まず、ホスト側学生、僕たちは日本人として受け入れが国側だったので、インターンシップ先でも社会課題の日本の状況や職員さんの話を海外の学生に伝えたり、逆に彼らが思っていることを職員さんに質問することなどが求められ、それを実際に行ったのですが、その中で難しさを痛感しました。まず一番大きかったのは語学の壁です。日常会話ではなく、専門的な知識は自分自身知らなかったり、知っていてもうまく伝えられなかったということがありました。しかし、その中でもどのように言えば伝わるかなど、事前に考えられる単語の英語の言い方などを調べるなどして対応することができました。また、ワークキャンプとインターンシップを通じて、日本の課題を理解し、またそれだけでなく、フィリピンの学生にフィリピンの情報についても聞くことができて、国際比較をしながら課題について理解をすることができました。で、フィリピンの学生と日本の学生の違いとして感じたことは、デラサールの学生はプレゼン能力であったり、文献をたくさんリサーチするっていう部分が日本人よりも慣れていると感じ、プレゼンの学校でのプレゼンの回数や自分での調査などの回数において、学校教育における違いがあるのかなっていうふうに感じました。また、最終プレゼンに向けて、それぞれが一丸になって協力して一つのものを作り上げたということは、とても僕たちにとって大きな達成感につながりました。研修以外の交流のことについて言うと、ワークショップやインターンシップが終わった後に、休日を利用して、自由研修として一緒に散策をしたり、ご飯を食べたりしました。これを通して、プログラム以外の部分での彼らのコンテキスト、文化であったり、日本への印象であったり、彼らの生活という点での僕たちとの違いを、発見することができました。その中でも、彼らにより日本や大阪を知ってもらえるように、自分たちとしてどのような場所に一緒に行くのがいいかなどを考えることで、日本人だけのから見た日本の視点以外にも、海外から見た日本の視点っていうものを得られたように思います。最後に、交流を通じて20時間だけのプログラムのメンバーというだけの存在ではなく、デラサールの大学生たちは、
かけがえのない経験を共にした一生の友人として感じることができたと思っています。この経験は、これからいろんなコンテキストを持った外国人と関わるときにも活かせるのではないかと感じました。で、実際に今年の春に一大の学生数人でフィリピンに行って、大学であったり、彼らが住む町を案内してもらったりして、研修を飛び越えたつながりを感じました。で、最後に、交流型研修のメリットとして感じたことを述べたいと思います。まず、今の大学生の学部では学べないようなテーマやインターンシップを提供してくださっていることや、SDGs の問題を肌感覚で理解することができるという点でとても意義のあるものに感じました。さらに、異なるバックグラウンドを持つ海外の学生と話し合うということで、新たな視点でものを考えることができるようになりました。もちろん、英語面では確かに苦戦しましたが、それをどうすれば乗り越えられるか、どうすれば伝わるかということを考えて勉強し、話すという点でとても自己成長につながりました。そして、ソーシャルイノベーターとして、これから自分たちが社会を作っていく人材になるのだという自覚が生まれたように思います。この経験は間違いなく自分の将来へ大きな経験になりました。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。